こんにちは。さて、今回はレリーフを作る話の続編です。前回の話は概要欄にリンク貼っておきます。前回はブレンダーの機能を使いましたが、今回はウプ主が自力でツール作りました。なんでわざわざ自作したのかと言いますと、ブレンダーで作ったものはポリゴン破綻することが多いためです。ポリゴン破綻箇所を調査するのがめんどくさくなったので、自力で作った方が早いというなんとも短絡的な話です。一応、問題の原因がブレンダーなのかフリーキャドなのか切り分けたいという理由もあります。自作なので水密メッシュになっているはずです。水密メッシュって何と思う方がいるかもしれませんので、簡単に説明します。隙間なく完全に閉じた立体形状なら中に水を入れても水漏れしないですよね。ブレンダーで生成するとところどころポリゴン破綻が起きてしまいます。そういう部分から水漏れするわけですが、なぜそういう部分ができてしまうのか調査が面倒なのです。3D プリンターで印刷するとき、この水密性が結構重要です。フリーキャドの話も合わせて話を進めましょう。前回の動画で交番1と3はダメだったという話をしました。そこで前回交番2のブレンダーの機能で試す方法を行ったわけです。その結果は加工ができないという話をしました。具体的にはメッシュをソリッド化できない、もしくはブーリアン演算等で失敗するという不安定な状況でした。そこで今回は交番4の自作プログラムを作るという方向で試してみようという流れです。さて、しれっと交番5が追加されています。ウプ主が完全ノーマークだったのですが、リトフェンワークベンチというのがあります。名前の通り透か絞り機能ということでレリーフ作成にぴったりなのですが、ポイントはそこではありません。メイク、ソリッド、アディティブメッシュ、サブトラクティブ、メッシュ、機能が重要です。ちょっと時間がないので、このワークベンチの検証や実験はまたいつかやりたいと思います。ということで、今回はウプ主の自作ツールを使ったパターンで検証していきましょう。まず、ツールをダウンロードして ZIP を解凍してください。ツールは概要欄にリンクを貼っています。カイトマップメッシュジェネレーター、エグゼを実行してください。ツールが起動します。インプット、イメージ、パスに画像ファイルを指定して、ロード、イメージ、ボタンを謳歌で開始します。画像が読み込まれたら、こんな感じで画像から 3D モデルが生成されます。ちなみに、ここで読み込んだ画像はこんなのです。マウスホイールボタンを謳歌しながらマウスを動かしてください。カメラが回転します。マウスホイールのスクロールで拡大、縮小します。使い方は readme.text を見てほしいのですが、ざっとこんな感じです。スライダーバーをいじるだけなので適当に遊んでください。バグがあってもウプ主は一切責任を負いません。致命的すぎる問題以外は直す気はないです。ご了承ください。動かない方は VC++ か DirectX12 のランタイムかグラフィックカードのドライバーを更新してみてください。処理性能はあまり考慮していませんので、重すぎるという方は諦めてください。さて、こんな感じで形状を適当に作成したら、出力する STL ファイルのフルパスを入力します。エクスポートボタンで STL ファイルが出力されます。上書きメッセージとかないので注意してください。では、フリーキャドを立ち上げて出力した STL ファイルを読み込んでみましょう。ちゃんと形状が生成されていますね。以上、ツールの操作説明でした。では、フリーキャドで加工できるかどうか試してみましょう。まずはインポートしたメッシュをシェイプへ変換、次にソリッドへ変換します。パートワークベンチでメッシュから形状を作成でシェイプへ変換、ソリッドに変換を行ってソリッドモデルに変換しましょう。正常にソリッドへ変換できました。ただ、かなり細かいポリゴンに分割されていることがわかると思います。さて、ブーリアン演算はちゃんとできるでしょうか？とりあえず円柱を使って穴を開けてみましょう。円柱を追加して適当な場所に配置、ブーリアン演算で切り取ってみましょう。この通りうまく切り取れました。一見問題なく動いている感じですね。ところがこれをワイヤーフレームが見えるように表示したらどうなるか見てみましょう。何か違和感を感じませんか？では穴を開ける前と比較してみましょう。並べてみるとよくわかりますが、穴を開けた後かなりのポリゴンが削られています。これはフリーキャドの仕様で、とにかくポリゴン形状のような複雑で細かい形状を排除しようとします。
CAD はいわゆる一般的なモデリングツールと違って単純なポリゴンではなく厳密で数学的に定義された曲線・曲面で形状を構成します。今回の場合ブーリアン演算によって円柱の縁の円形エッジと円形側面、円形の穴の面が生成されました。これによりこの円形の穴の生成と同時に形状の見直しが行われます。円形の穴と同じ平面が最適化されて三角形形状が大きな面に集約されたということになります。こんな感じで複雑なポリゴン形状は CAD にとっては非常に厄介な形状となります。例えば今度はもう少し細かいポリゴン形状で試してみましょう。前回と全く同じ形状ですが面の数がだいたい 1.5 倍くらい多い形状です。ブーリアン演算をやってみるとどうなるでしょうか。結果はエラーとなりました。原因は面の数が多いからというよりも形状の複雑さとか不動小数点の細かい誤差の積み重ねでエラーとなっています。ということでいくらちゃんとした精密メッシュであってもフリーCADの精度や性能の限界ではどうしようもありません。今回の結論ですがやはりレリーフのような複雑なポリゴンメッシュはフリーCADには向いていません。これはフリーCADに限らず CAD 全般の問題です。ポリゴンメッシュを数学的な曲面形状に変換するツールは存在しますが基本有料です。結局のところポリゴンメッシュを扱う場合ブレンダーのようなメッシュベースのツールを使うのがセオリーです。しかしそんなのは100も承知で遊んでる。真面目に検証するのがウプ主です。さてこの交番後のリトフェンワークベンチが気になります。どう考えても CAD の設計理論に真っ向から逆らっているワークベンチですね。いずれ検証したいと思います。あとウプ主の自作ツールですがそのまま STL ファイルを印刷できます。表札とかクッキーの型ぐらいは使えるかもしれません。お好きに使って構いませんが開発ツールの利用規約上改変はしないようお願いします。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。